すいません、こんばんは。ナバルさん、ナルさん、こんばんは。いつもありがとうございます。ね、ちょっとね、具合悪くなっちゃってね、体調ちょっと崩して、ゲームツリーフェスティバルに行った時ですかね。なんか変なもん食べちゃったのかなっていう感じで、ちょっとおかしくなりましたね。なんかね、疲れだと思うんですけど、結構しんどかったですね。今は体調戻りまして、普通に戻った感じかな。ちょっと疲れ気味ではあるんですけど、まだ、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。こっちかな。よし。あ、すいません。こうちょっと疲れ気味だったのかな。ほんとこう、バタバタと、いろんなこと動くことが多くて、体力つけないとこうガタッとくるっていう感じを本当に身に染みて分かったっていう感じですかね。これはね、体力ってでもどうやってつけるんですかね。エクササイズエクササイズするぐらいならなんか家の中掃除したいなっていう気がするんですよね。掃除してれば体力もつくんじゃないかなとも甘い考えを持ってるんですけど、片付け掃除っていうか片付けだよね。片付けがなかなかできないんですよ、本当に。もうこっちをしまったらこっちを出してっていう状態で片付かない、本気で片付かないっていう状態です。もうちょっと片付けたいんですけどね。片付けるぐらいならちょっと休んでいたいって思っちゃったり、まだこうメンタルが治りきってないからここに至らないんじゃないかなって自分では思ってるんですけど、だからなるべくちょっと時間があったり、昨日も具合悪いような時でも、深夜さんこんばんはです。いつもありがとうございます。コメントありがとうございます。チャランカノはね、この間行ってきましたね。やってないみたいだったけど、すごい綺麗だった。片付いてて、誰かはいたみたいな感じ。もしかしたら軍が借り上げてるっていう可能性もなきにしもあらず。そんなことはないか。あんな遠いところを軍が借りないかな。ちょっとわかんないけど綺麗でした。片付いてて草も全然ないし、映像で見てもらった通りで、誰かがもう持ち物に、私が知ってる時は日本人の人がそのなんだっけ、タランカノアビーチクラブを、丸々借り上げてたんですよ、年間で。でもがその方は亡くなってしまってからはどうなったのかは全然ちょっとわからないので、どうなっちゃったのかなっていう感じです。今日はもうちょっと待ってね、チャランカノアの続きの動画がまだあるのと、動画がたまりすぎちゃってて、ちょっと
これまずいなっていう状態ですね。ずっとライブ配信先週してなかったから動画ばっかり撮ってたんでハマっちゃってますね。フレームツリーフェスティバルの動画もかなり撮ってあるんですけど、今日はちょっと待って、ねえねえちょっと待って、すいません、猫がまたジャンプ体勢に入ってたんで危ないなと思って、動画溜まってるからこれから出しちゃおうかな。まずよいしょっと、全部消えた。こんなこの間の続きですね。まずなんだっけ、チャランカノアビーチホテルから、チャランカノアからガラパンに戻る方の映像ですね。これね、今の先週の映像か。なんかね、トランプさんが今日のこれから明日の朝か、ダメごめんなさい、猫がどうしてもジャンプ体勢に入りたいみたいで、トランプさんが、移民法のサインを今日の朝、明日の朝、日本時間だと6時にサインをするらしいですけど、かなりねまた厳しくしてくるみたいな感じ。昔もトランプ政権の時に移民法が結構厳しくなっていろいろバタバタしたことがあったんですけど、今回もトランプさんのあれですぐに強制送還とか、映像が気になるなこれね、これ消しちゃいけないの、これだよね。なんかチャランカノアの方がちょっと話が右行ったりっていうか前後しちゃってごめんなさい。前の動画で現地の人にオールドマンはあっちとか向こうとか日本語で尋ねてたのやられました。すいませんあっちとかこっちとかすぐ出ちゃうんですよね日本語がねすいません。って感じだ。オールドマン結局たどり着けないんでね、帰ってきました。もう一本戻って向こう側行けとか言われて一本戻って向こう側行ったんですけど、また山の中入っちゃって、案の定携帯の電源もつながらなくて、なんかとほほっていう気持ちになっちゃって、帰ろうでもこのまま帰るにはなんだなと思ったんで、また漁船じゃなくて潜水艦じゃなくてなんだっけね、この間いた戦闘機じゃなくて戦艦、戦艦ね、戦艦のところにちょっともう一回行ってみたんですけどね、あれオールドマン市たどり着けない。もうちょっと早い時間から夕方行くのは怖いかな。やっぱり暗くなっちゃったらもうなんだかわかんないし、街灯なんかないわけだし、ちょっと怖いです。で電波ないって言われちゃうんで、これね、ここでいいんだよなと思いながらちょっと曲がってみましたシュガードッグ、昔はねここのシュガードッグは
いろんなね、日本の CM とかにバシバシと使われた場所ですよね。昔、もう本当の昔ね、ちょっと昔とかじゃなくて本当の昔だよね、もうね。この辺なんか使われてないのかなっていうぐらい、この辺ちょっと使われてないのかなって思いましたけどね。で現地の人に聞いたら使ってるよって言ってたんで、なんか老朽化が進んでるなっていう感じでしたね、ここ。まあ現地の人が結構いっぱいいました。ここになんかね、水がすごい綺麗に見えた気がする。昔この辺あんまり綺麗な思い出がなくて、一時期この辺で体験ダイビングとかよくやってたと思うんですけど、今もやってるのかな、わかんないんだけど水が本当に綺麗に見えました。少々お待ちください。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと動画見ててね、すいません。あ、ダメ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 。こっちこっち。ダメ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 。降りて。あ、降りて。ダメダメ。あ、うん、そこにいて。あ、すいません、お待たせしました。でシュガードッグね、これね。暑い。全く雨がね、まだ降らない状態で、降ったうちに入るような雨が全然降らないんですよ。カラッカラの状態で、めちゃくちゃ気温も暑いですね。ほんとエアコンをかけなきゃならない状態だからちょっと辛い。電気料金が心配。これ現地の方でなんかシュガードッグを守ってるって言ってますね。このご家族らしいんですけど、この辺を見張りしてるんだって言ってました。すごいいい方たちで、見た目も怖そうじゃなかったから話しかけられたんですけど、
怖そうだったらちょっと近寄れなかったんだけど、この辺をねちゃんと見てるんだって。このね撮影した日かなんかに中国からの予選何中国からのね恐竜、中国からのじゃないか、サイパンから出てって漂流しちゃった船がここに着いたっていう話かな。そんな感じなことが新聞に載ってましたね。チャランカヌアは中国人の縫製工場の町ってイメージで、朝によく豆乳と揚げパンを食べに行ってました。豆乳なんてあるの？豆乳なんて売ってるの？なんか深夜さんよく知ってるね。豆乳なんか売ってるの、サイパンで。今昔ガラパンにあったお豆腐屋さん、ボーリング場の裏にあったお豆腐屋さんもあそこもなくなっちゃってるし、どっか行っちゃったのかな、それともやめちゃってどっか行っちゃった、もうよくわかんないんですけど、なくなっちゃってましたね。このマンションすごい綺麗ですよね。低所得者住宅なんですけど、めちゃくちゃ綺麗で、値段も高いの。低所得者のまあ広さからしたら安いんだろうけど、$600って言ってたかな。広さもめちゃくちゃ広くて、3LD とかに3LDK とか結構広いんですよね、このマンション。海の目の前で景色もいいし、場所がチャランカノアシュガードッグのところだから、不便なのか便利なのかは住んだことないからわかんないけど、あの辺は。豆乳はいいな。豆乳はちょっと興味ありありですね。どこに売ってんだろう。豆乳売ってるとこ見たことない。お豆腐屋さんがガラパンにあった時はお豆腐をそこで買ったりもしてたんですけど、豆乳売ってたのかな。その当時豆乳なんて気にもしたことなかったからな。おから売ってたな。そういえばおからは売ってたから、豆乳も売ってたのかもしれない。今思えば気にしたこともなかったんでちょっと分かんなかったですね。今日からねチャンネルの登録者のみコメントにしたんですよ。この間コメントが来てたの今消そうかどうしようか悩んでるんですけど、なんか FNT の、暗号通貨みたいなやつのコメントが2件こうババって並んできたんですけど、あれ結構よろしくない人かなって思いながら、送金のシステムを教えてくださいみたいな、どうすればいいんですかみたいな、なんで私に聞くねんって感じなんだけど、あれなんで私なのかがよくわかんないんですけど、多分フィッシングの一部のコメントなのかなとも思われるので、ちょっと適当にコメントを返しておいたんですけど、ああいうの最近多いですよね。なんか証券会社乗っ取り、個人の口座乗っ取られて、株価操作でババーンって株価を個人の口座を乗っ取って問題になってるんですけど、その乗っ取った口座である株価を
ババッとみんなでその株を買って、人の口座ですよ。そこから人の口座で株を買ってババッと値段を上げて一気に売るみたいな、なんだろうこれ、詐欺ではあるんだよね。犯罪だよね。そういうことがすごい大きな問題に今証券会社ネット界隈でなってるんで、みんなパスワード、私もそうなんですよね。 Facebook は乗っ取られるわ。なんか乗っ取りとかね結構多いんで、 eBay でもなんかそういう詐欺をね11連チャンぐらいやられたんで、この間っていうか去年かな、11回連チャンでちょっと詐欺にやられて、なんか送る時にこれサイパンじゃなかったら多分かなり引っかかってた。日本だサイパンだから、電子マネーのカードとかなんて買えないし売ってないから、それを一緒にそのeBay で買った商品と一緒に入れてくださいっていう詐欺なんだよね。で、この住所に送ってくださいとかって言って、うねさんはじめまして、どうしてはじめましてになっちゃうのかな。こんばんは、うねさん、いつもありがとうございます。深夜さん、ゴールデンウィークサイパンにぎわってますか。ちょっとねこの後このビデオの後、深夜さんフェスティバルのちょっと様子ちょっとだけね、今日はいっぱい撮りすぎちゃったぐらいあるんだけど、ちょっとだけ今日は出したいと思います。皆さんこんばんは。こんばんはってありがとうございます。もうね、ゴールデンウィークのサイパンじゃないですよ、本当に。今日の映像も出てきますんで、今日の街の映像も後で出すんで、いやね、もうこんなゴールデンウィークありますかっていう感じ。全くね、人いないです。だってゴールデンウィークの前後って結構、前後からだいたいサイパンって昔は忙しくなってて、だから今回で言ったらもうこの土日ぐらいから結構忙しいちょっと外れた人たちが、外れてチケットを買う人たちが来たりしてて、忙しい時期に入るはずなんだけど、私が見ないだけなのか、みんなのところにはお客さんが来ているのかわかんないんですけど、全く見ない。私はちょっとフラフラしてはいるんですけどね。深夜さん、ちょっとだけよなんてドリフの加トちゃんみたい。すいません、すいません。いやね、今日はねちょっと恥ずかしい動画もあるんですけど、とりあえずこのシュガードッグを先にね、もうあまりにもたまりすぎちゃって携帯がパンクしちゃうから、なんだっけ、クラウドがもう満帆になっちゃうから、このままだと。だからちょっとまずシュガードッグ続きの動画をまず出してからとか思って、で次に今日はね、だから今日の動画と、夏の雲になってきましたね。雲でわかるんだ。黙々雲ってこと。入道雲。雨が降んないんですよ。だけどお姉さん、普通だとスコールがダーッと来ていい時期なのに、スコールバーッと来てパッと晴れるみたいな、全くなし。もう暑くてたまんないこれ。でもほら強盗事件とかあるから窓も開けていられないし、
窓開けて寝るなんてもってのほか。今日もね、昨日の夕方、顔はね、マリアナスバラエティの新聞のとこちょっと後でリンクを説明欄に貼っとくんで見てもらいたいけど、めちゃくちゃ怖い顔の人が強盗犯に逃げてるんですよ。今捕まってないの。昨日の夕方かな、発表されて、なんとか名前がまた分かんないからマリアナバラエティのリンク貼っとくんで後で見てください。マリアナスバラエティって調べれば出てくるんで、サイパンの新聞、ここにね、ちょっとこれ逃げてんのって感じ、怖い顔の48歳とか書いてあったかな。強盗なんとか犯なんとかが忘れましたけど、強盗となんかやった人が逃げてるのね。危なくてしょうがないよね。これちょっと今話す予定じゃなかったんだけどな。後にちょっと動画が出てくるから、その動画の時に合わせて話す予定だったんで、また頭が真っ白になりそうだけど、本当にね、雨が降んないんですよ。マリアナスバラエティ、はい、お姉さん、はい、マリアナスバラエティでローカルのところをクリックすると、クリックしなくてもいい、初めのページぐらいに出てくるんじゃないかな、強盗犯の顔、そいつが逃げてるっていう、捕まえてくださいみたいな、連絡くださいみたいなことが書いてあるんですよ。みんなね、ただでさえうちは本当に強盗被害が多いんで、今日もだからまた今ここで話しちゃうと動画とずれちゃうんですよね。違うこと話そうねマリアナスバラエティ見てください。お姉さんは知ってるでしょ。そう、これがだからいつの、先週じゃないよね、今日月曜日だもん。先週の動画ですね。先週のビーチロード、先週の金曜日かな、金曜日木曜日金曜日だな、確か。深夜さんなんか懐かしいでしょ。深夜さんのリクエストでちょっとチャランカのビーチホテルをちょっと取りに向こうの方まで行ったんで、ちょっと取りに行ってきて、その帰りですね。本当に雨降ってほしいんだけど全然降らない。これね、電気代めちゃくちゃやばいんだけど、深夜さん、ヒカルさんの近所に FBI のオフィスなかったっけ。 FBI のオフィスはほら、あそこ昔バンコーブハワイだった日本領事館の隣のビル、タックスの SS タックスのビルに FBI のオフィス入ってるみたいなんですよ。で、昔っていうか去年とかもここに行ったけど、 FBI の人って、また話違っちゃうけどFBI の人って私は外人さんでさ、配信してなかったのはパクられてそれはないです。具合悪かったんです、本当に。体調不良になっちゃったの。その前ね、配信してなかったのはちょっとバタバタしてて配信してなくて、一回配信した後に体調悪くなっちゃって、本当になんだっけ、フレムツリーフェスティバルでなんか変なもん食べたのかなって感じ。もうちょっとやばいって感じだったまずいなこれ。バーベキューとなんかチキンの、なんだろうあれ、骨付きチキンのなんかを食べたんですよ。その後から
とまずいとか思って焼けてなかったのかな、あれ。暗くなっちゃってから食べたから、あ、内緒なんですね、了解とか。違う違う違う。こういうネット情報怖いからね、違うからね。逮捕されてませんよ。パクられてないです。違う違う。ほんとね、体調やばくて、もうね、配信できないぐらいちょっと辛かったんですよ。配信もできないし、深夜さ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、落ち着こうよ。オレンジの囚人服似合いそうとかって笑えない。それ全然笑えないから。昔着せられたことあって、着ろって言われて、ふざけんなって言って、私は囚人で入ってきたわけじゃないしって言って、なんでこんな思いさせられなきゃいけないのって言って、そしたらピンクの囚人服出してきて、こういう話するんじゃないよね、違う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 、間違えた。でこれガラパンの方をね、最近どここれ、今映像どこだ、あ、ガラパンのとこだよね。違うかな、違うな、なんか開けてるな、どこだこれ。フィッシングベース、違うってうねさん。フィッシングちょっと違う、うねさん、体調不良はイコール体調不良です。逮捕とかそういうね、ネット情報ね、今時怖いからね、どういう風に流れていくか分かんないからね。やめて本当に。本気で体調不良でした。もう嫌だな、もう。マックの手前だよね。そうだよね。あ、そう、ここのとこね。この辺、最近こっちの方に工事がずれてきましたね。道路工事が、前はチャランカノアっていうか、あっちのスペの方が大々的に工事やってたんですけど、道路。最近こっちの方に道路工事がだんだんずれてきた。バシバシやってますね、こっち。あちこち陥没したのかなとか、そういうニュースはミドルロードでしか出てなかったんだけど、なんか本当に工事の場所が多くて陥没したのかななんて思ったりしましたね。うん。マックの手前、これハファダイの手前かな、開けてるところ、あ、ハファダイのとこか。見えないんだ、本当に、このちっちゃい窓で。シュウさんは、ちょっと道路よりビーチ直してほしい。姉さん、それ本当そうかもしれないよね。いや、そうかもしれない。砂持ってほしいよね、多分。砂を盛るとか、なんだろう、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。お待ちください。
すいません、お待たせしました。道路よりビーチ直してほしい。深夜さん、ニンニク屋問題は解決したのか。ニンニク屋問題、何やったっけ。ニンニク屋問題、ニンニク屋問題、ニンニク屋問題。うねさん、観光客目線。ニンニク屋問題はちょっとわかんないです。観光客目線ってそうですよね。でもね、深夜さん、ちょっと待って、古い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 ね、深夜さん。そう、ニンニク屋問題なんだろう。まあいいや。あそこがあまり得意なところではないので、ほっておきましょうじゃない、置いておきましょう。メモリアルパーク、これどこが、これ今どの動画が映ってるの。これ続きだよね。大丈夫だよね。メモリアルパークが映ってるだけですよね。ちょっと見てなかった、ごめんなさい。ちょっとね、シルバーの問い合わせがちょっと来たんで、さっさと返しとかないとどっか行っちゃったりするから、ちゃんと返しとかないとと思って返信してました。ここね、テニスコートのとこですよね。何の話してたっけ。あんまり戻りすぎると良くないの、これコメントね。でメモリアルパークのとこでしょ。でこの動画がね、どこまで何分残ってるのかとかがね、見れないんですよ。どうやって見るのかが見れる動画と見れない動画があって、あと何分残ってるのかちょっとやりにくいったらありゃしないって感じ。全部見れるようにしてくれればいいのに、私が使い方を分かってないだけという話もあるんですけど、この後どこ行ったっけな。この終わりかな、この動画。自分で作っといて分かんないのどうにもなんないね、これね。まあアメリカンメモリアルパークのとこは相変わらず変わんないですけど、まあ人がいない。本当に窓ガラスきれいにしたんじゃないって、これ外に映すように止めてあるだけ。うねさん、これ違う。窓ガラスきれいにしたんじゃなくて、外に映すようにもう固定しちゃったの。なんだっけ、なんていうのあれ、こう携帯を固定するやつ、あれを固定しちゃったの。そうしたら外をきれいに映るじゃない。もうそのまんまカメラは風でたまにこうカクンとかいっちゃうけど、風とか振動とかでカクンとか横向いたりしちゃうんだけど、まあ、こうしておけば窓開けて綺麗に撮れるなと思って、これ窓なしだし、あれもフィルターもつけてないですね。深夜さん、スパイシータイヌードルのスープ美味しかったな。スパイシータイヌードルどこだったっけ。角っこだよね。今ね、違うお店になってますね。まあずいぶん前の動画で、多分3ヶ月前の動画で違うオーナーになってて、スパイシータイヌードルの角っこのとこ違う人になってんですよ。
でだけどタイ人の人がタイ料理屋さんをやっていて、でちょっと撮らせてもらってって、もう3ヶ月か4ヶ月前の動画に載ってますね。3ヶ月くらいかな、前に。うねさん楽したな、バレました楽してます。その方が綺麗に撮れるし、窓ガラス越しよりいいでしょ。窓ガラス越しだとあまりにもひどいなって思って、あまりにもライブ配信者としてあまりにもひどいんじゃないかなと思って、ちょっとこう、窓を開けてここに固定するように、なんていうのあれ、ガタガタって揺れてもこう大丈夫な感じのやつ、なるべく大丈夫なやつをそこにつけて、そこに固定して運転してればずっと外が撮れるっていう感じですにしたの。あ、消えた。次消えた。グリーンフラッシュない、終わっちゃった次の動画なんだけど、あれどこだ、こっちか。これね、フレームツリー、サイパンに行く際のお土産はガラスクリーンお願いいたします。いやあれね、フィルムだからダメよ、うねさん。これね、この間土曜日の開幕式、開式の日のなんだっけ、フレームツリーフェスティバルですね。もう観光客なんか全くいない。ローカルもローカルだらけ。昔のにぎわいではないよね。昔ガタガタバタバタバタって、もう入る店がどこに置けばいいのかぐらいお店があったでしょ。開会式やってて、今日はこの日は議員さんとかなんかお偉いさんがこうみんなあそこに座って壇上に登っていろんなことを述べてるんですよ、ずっと。サイパンはいいとか、ジャスティスだとか、アーネストだとか、もうなんかね、もうちょっと見ててくださいね。で、とにかく前は食べ物屋さんがめちゃくちゃ入ってたじゃないですか。もう場所がないぐらいに。で、日本食も今回一軒もなし。天下の金八さんがいないっていうのもちょっとがっかりだったかな。何回も探してみたけどなかったですね。で、ふるさともいつもあったのにないでしょ。で、本当に少ない。フィリピン人のフィリピンフードとローカルフードって何って聞いたんだけど、見たけど、あまりフィリピンフードと変わりなしで、ちょっとその動画とかは明日になっちゃうんだけど、とにかく場所がガラガラに空いてた。どこもなんかいっぱい感がないっていうの。なんかね、いつもとは全然違うなって。刑事ですね、刑事。で、これね、もうジャスティスとかもばっかり言ってるのがちょっとね、腹立っちゃってっていうか、もうなんか胸くそ悪くなっちゃって、ここに所長さんがいたんで、警察署長さん、サイパンの。
もう私は助けてくれないのって、もうガバナをちょっとガバナが降りてきたところを、あ、これお願い音声します。消えてる、音声ついてるよね。ちょっと恥ずかしいけど、本気で助けてくれ。ガバナですね、この人ね。もう警察に遮られましたけどね、ガバナと話すことが、このポリスの方がウィットネスになって、今日私ミーティングをしてきたんですよ。もうこの間私の強盗のケースをクローズされちゃったんですよ。何もなかったことにするみたいなことを言われちゃったから、ちょっと腹立ってて、それでこの開会式ではジャスティスだの、もうほんとアーネストだのバシバシ言ってたんで、どこがって思って、誰のためなのかなって思って、ちょっと本人に聞いた方が早いと思って本人にお聞きしたんですけど、そんでこういう状態だったんですね。でハイアットのお姉さん、ハイアットのポキ丼、カプリのラザニアが定番でした。カプリチョーザ、それテイストオブマリアナじゃないのかな。これでフィレームトリーでもやってたのかな。あんまり私こういうのにね、さっとしか行ったことがないんで、あんまりよくわかんないんですけど。深夜さん、レチョンって何？レチョンって何？レチョンって何？レチョンは何ですか？深夜さん、ちょっと教えてください。ね、ほんとガラガラだと思いません？みんないつものこのフェスティバルを知ってる人ならわかると思うんですけど、ガラガラなんですよ、本当に。で、ローカルのものがこんなにローカルのものだらけだったっけ？豚の丸焼き？ないっていうか、そう、豚の丸焼きを丸焼きを焼いてるところが、昔ってくるくるやってるところがあったじゃないですか。そういうとこがなかった。そういうとこがなくて、なんかね、本当にね、こんなに少ないんじゃ食べるところ、食べるものも高いの。2個なんか選んで、あと一緒にご飯っていうので、いくらだっけ、11ドルとか10ドル50セントとか、結構2個しか選べなくて、昔はあんまりね、こういうフェスティバルで買い物をしたことがないからあんまりわかんないんだけど、昔すぎる記憶なのかな。3つとか3つとか4つとか選んで、ご飯がついて5ドルいくらとか、5ドルとか6ドルだった気がするんだけど、これ今日ですね、今日のガラパン、今映像変わってるところが今日のガラパン、昨日のフレームツリーの開会式から今日になって、今日警察署長とガバナが、警察署長がヘルプするからっていうから、警察署長と今日ミーティングで会いに行くところですね。これツーリストかな。ビューティーフリーがまだやってるんですよ、セールで。お姉さん、3、4種類で5ドルでした。そうですよね、やっぱ記憶合ってるよね。3、4種類で5ドルだよね。5ドルなんてなかった。全部ちょっとね、値段聞いてみたんだけど、
全くない。$10超えてた。みんなちょっとびっくりした。だからテーブルを持ってきて、みんな自分たちのご飯を自分たちでもタッパーに入れて持ってきて、そこで家族でこう食べてる姿がいっぱいあったんですよ。で、取っていいって聞いたらダメって言われたから何グループかに声かけてみたんですけど、取っていいですかって聞いたら、お店出店してる人たちなんかみんなそうやって食べてましたね。自分たちでご飯を持ってきて、タッパーに入れてご飯を持ってきて、それをみんなで食べてるっていう感じで、フレームツリーのお祭りのフードは高いから食べないって言ってましたね、ローカルの人たち。確かに高いっていう。このちょっとごめんなさい、話がずれちゃうんだけど、ずれちゃうっていうか、オーシャンビューホテルの隣にこれありましたっけ？私映像撮って、あれってこんなホテルあったかなって。ないよね。ここサンリーダーのとこだよね。深夜さんなら知ってると思って聞きたかったんだけど、さっき映像を編集してて、あれと思って、これ今日の映像なんで、あんなとこに建物あったっけなと思って。サンリーダーの上ってオーシャンビューホテルが続いてたんだっけ？なんかすごい綺麗になってて、別のビルみたいに今見えたんですけど、編集してて、こんなになってなかったような気がするんだけどと思って撮影してる時はあんまり見てないんで気づかなかったんですけど、編集してて、深夜さん全然変わってますね。あ、そう、やっぱり変わってるよね。なんか変わってる気がしたんですよ。私も編集してて気づいて、あれこんなになってたっけなって思って、なんか前の印象と、私も8年ぐらい全然外に出てない状態の生活をしてたんで、もうほぼほぼビーチロードなんて通らなかった。なんかどっか行く役所とか関係しか行かなかったから、お姉さんサイパン変わりましたねって、この間来てるのにサイパン変わったサイパンはもう見てるでしょ。お姉さんは最近のサイパンを一番よく知ってるんじゃないかしら。少々お待ちください。ちょっとお待ちくださいね。少々お待ちください。お待たせしました。すいません。ね、ありがたいことにシルバーの問い合わせがちょっと来たんで、一応メールっていうかテキストを返信しておかないと、どっか
飽きられちゃうと困っちゃうんでと今テキストしてました。すいません。この辺はここタシーのもともとタシーのビルディングどうなっちゃったんだろうね今ね。こうタシーがあって昔マリアナリゾートの待合場所ラウンジみたいのがあって、何になってるのかがよくわからなかったな。なんか今白いバスが通ったけど観光客が乗ってるのかしら。これがマリアナのラウンジかな。もっと昔で言ったらなんだったっけな。何だったか忘れちゃったな。この辺ビーチロードほんと工事が多くてめちゃくちゃ工事入ってますね。ほんとビーチだよね。ビーチを工事してほしいよね。観光客目線が一番大事だと思うから。ビーチガタガタだもんね。ガクンと落っこっちゃってたり、あそこフィエスタじゃなくて、クラウンの前とかもハイアットの前とかもビーチとの段差のとこに大きいとこは1メートルぐらいあるからね。あそこ海のとこにガクって落ちちゃう。私もビーチを直してほしい、賛成。だいぶねビーチも狭くなっちゃったしね。あれを広くするっていうのは無理だと思うんだけど、気候温暖化のせいでしょ。そういうのは無理だと思うんだけど、もうちょっとねビーチを直してもらいたいっていうのは本当に納得って感じ。サイパン信号も増えたしね。昔深夜さんのいた頃ここに信号なかったでしょ。きっとあったかな。いやないよねここね。なんだっけ、さっき話してて途中になっちゃったのなんだっけ。トランプさんの移民法。今日の朝だよね。もうまだ日は変わってないから明日の朝ですね。明日の朝結構移民法がきつくなることにまたトランプさんがサインしようとしてるから、これできっとドル円も、いつものようにゴールデンウィーク前のもしかしたらどっちに大変動が起きるのかな、それは分かんないけど大変動が起きるかもしれないですよね。もしかしたらの話だけど、でも1回144円ぐらいいきそうで、その後ドンともう一回下に落ちるのかどうなのかな。このまま上行っちゃうのかな。こればっかりはトランプさんとかのがよく分かってると思うんで分かんないですけど、これはどこ行ってるんだ私。この動画日産って書いてある。そっかミーティングに向かってますね。ミーティングに向かってるところですね。昔のサイパンとはね、もうまるでここ昔の MVA マリアナ観光局だったところで、芋屋もなくなってんのかなこれ。見なかったな。芋屋やってないのかな。昨日
昨日かな、あのブラスの娘さんは元気に育ってるのを会いましたね。綺麗になって大きくなってましたね。この辺もなんか作ったりしてるんですよね。トヨタ、ここはお姉さんトヨタなくなりました。ここのトヨタはなくなって、メモリアルパークの向かい側にトヨタレグサスってできてますね。大きなのが、大きく立派なのが、それもね、多分2ヶ月ぐらい前の、私がライブ配信し始めた頃の動画に出てますね、トヨタ。今日の動画だけど観光客いないでしょ。本当にいないの。全くいないんですよ。全然出会ってないです。明日あたり出てくるのかな。明日ってもうゴールデンウィーク入ってるんですよね。お姉さん行った時はレクサスは作ってました。あ、そうなんだそうなんだ。もうドドンとオープンしてます。ドドンって感じでね。ここが裁判所のところかな。映画館も映画館もクローズするんですよ、深夜さん。そうそうねえって私1回しか見に行ったことないんですね。できた頃に1回だけ行って、もう冷凍庫のように寒くて、こんなの見てらんないわと思ってもう帰りましたね。もうすぐに凍りついて動けなくなりそうだったから、多分あそこにいたら死んでしまうんで、もう無理と思って帰りました。めちゃくちゃ寒くて。ここが警察署長さんのいるビルディングですね。でポリスにこんなとこ来てなんなんですけど、ポリスに会わないように願いながら、ポリスを見ないように、拳銃を見るとパニックになっちゃうんで、拳銃を見ないようにって言って、ここでも全然警察に会わなかったですね。全くこの辺うろうろもっとしてるかなって。前は結構うろうろしてる人が多かったんだけど、全然会わなかったですね今日。ここが寒がりだったらサイパンの役所行けない。そうなんですよ、深夜さん。本当ね、サニテーションとか受けに行ったら凍りついて固まっちゃうんで、本当に無理って言って、私外に出させてもらうこと何回もあります。誰もいなかったですね。こうね、ペンピンって呼んでやっと来てもらって、で、これ音声入ってるかな。音声入ってないとちょっとねびっくりしたんですよ。で、今日ミーティングがあるんですけどって言って、ここ音声入ってるとまずいんだ。入ってる？ここ音声入ってるから。この女性が入ってきて、ガラパンから来たらしいんですよ。で、今喋ってると思うんだけど、ちょっと聞いてくださいね。 Nothing like you. So now I feel it's danger. He is not only rent car, no return, no pay. Car is already but the person maybe already hiding. Maybe the using ice or selling ice the people, but people
I worry 这么在海淀啥么位啊 because police few days not found. To this woman, sir, if you really でお話をちょっと聞いてみたんですよ。でいわゆるこのジープを盗まれちゃったらしいんですよ。でナンバーがここに出てる書いてある ADG297 ローカルの人にレンタルしたらしいんですよ。すげえ柄だなって。そうそうでローカルの人にレンタルしたらそのまま今日も喋ったらしいんですけど、今日のほんと今日なんで返したはずだろうって言われてなんか盗まれちゃったらしいんですよ。でガラパンからわざわざ来たらしいんですよね。これ警察の中入ったところで所長室に向かうとこの憩いの場みたいなとこにちょっとびっくりなのが、サイパンにあんまりないこの自動販売機、やっぱ警察の中はあるんだなと思って、あ、ちょっと消えちゃった。ごめんなさい、消えちゃった。中間速度を映しとこうかな、綺麗だから。で、なんかさっきの女性は結局レンタカーを出したらレンタカーをして出したら帰ってこなくて、その人は返しただろう、車の中に鍵も置いてあるよって言ったらしいんですよ。だけど結局は帰ってきてないから、ガラパンの人なんですけどわざわざススペのここの警察署まで来たんですよ、それを訴えに。なのにこの警察なんて言ったと思います？何もしてないのにガラパンにあるガラパンにね、今インビテーションステーションみたいな何あれ刑事課みたいのがあるんですよ。そこに行って訴えろって言ったの。だから私もちょっと何言ってんのこのおまわりさんと思って、なんでここでブルーカードを出さないのって、そういうことが問題でしょって言ったの。今の時間でこれからガラパンに彼女が行って、そしたらもう終わっちゃうじゃないって言ってガラパンに行ったら終わっちゃって、でまた終わっちゃうから、警察署が終わっちゃうから届け出ができなくなるでしょって言ったの。こっちの方のススペの方が24時間一応やってるわけだから、またガラパンに帰って911に電話かけれっていうのって言ったら、であなたもブルーカードここでもらっといた方がいいよって言ったら、それで警察の人もやっとそこでブルーカードを書き出したんだけど、ああいう対応をしてる限りサイパンの犯罪なくなんないよね。こういう状態で車盗まれちゃって、ね、どこに行ってるか分かんない。彼女はもうとっても怖くて、もう怖いって言ってたし、彼女に話も聞いたんだけど直接でね、本当に心配だし、あの車高いのよって言ってたから、ジープ高いですよね本当にだからね、今もどっかで乗り回されてるのかもしれないし、あの後もしかしたら今のもうね4時間6時間5時間ぐらい経ってるから、もっと経ってるかな、5時間5、6時間経ってるから捕まったかもしれないけど、深夜さん、犬のおまわりさん困ってしまうワンワンですよね。本当に困っちゃう。本当にあんな対応したら、ススペの本局があんなガラパン行って訴えろって言ってるのはありえないことだと思ったんだけどね。ここでねブルーカードもらわなかったらね、捕まえてもらえないよって言って、今もらった方がいいよって言っても、でしぶしぶその警察官も書き始めてたけど持ってきて、ね、ブルーカードがどんだけの
効力へなんだっけ、エフェクトは効力でいいのかがあるのか、私には全くわからないけど、全然その効力を発揮したことがないからね。ブルーカードのただの紙でしかなかったから、今まで紙くず何枚集めれば動いてくれるのっていう状態にばっかり陥ってるから、ね、今回も却下とか言われちゃったし、それをもう助けてくれって私はお願いしてるわけだから。だって証拠がないって、どこまでじゃあ証拠があれば動いてくれるのっていう感じでね。バンクレコード、まず銀行を出したり入れたりいろんなことをされちゃったっていうレコードがあって、それを渡してるし、で寝室まで入られた。で商品が出てきてる、盗まれたものが出てきてるわけだから、その人のところで。で本人別件で逮捕されたその人は入りましたって言ってるんだから、うちにヒットしたって言ってるんだから、あと何の証拠がいるんだっていう状態なんだけど、それを聞きにもう今日も言ったし、あと何の証拠があったらじゃあ動いてくれるのって。本当ね、どうなったら、じゃあもうね、13年前の時も死んでないから動かないんだよって日本領事館に、死体になってないからって言われたんだけど、ね、嫌だったら帰れって言われて、そういうことを言われたんだけど、その状態と同じだよね。じゃあ死んだら動いてくれんのっていう感じだよね、サイパンの警察。ほんとね、ちょっと意味が分かんなくて、どこまで証拠を持ってたら、証拠を警察が掴んだら動いてくれるのか。でも警察は証拠である指紋とかフィンガープリントとか、うんちが犯人がうんちをうちにしてったんだけど、そのうんちも取らなかったわけで、警察官はそういう証拠をないがしろにして、それで今回自分たちでその証拠を捨てて、でも私何箇所か掃除してないっていうのもあるんだけど、何箇所か絶対にここ触らないでおこうって思って触ってないところがあるんで、今でも指紋も取れるし、ここ絶対そいつら触ってるなっていうところがあって、早く言えば気持ち悪くて触れないんだけど、私からしたら、気分が悪くなりすぎちゃって、もうちょっと早く言うと、そこだけは触ってないところがあるのね。だからそこを今からでももう一回指紋でも何でも取り直すことはできると思うんだけど、ダメかな、埃が溜まりすぎちゃってるかな、わかんないけど、でも自分たちが警察官たちうんちタッパーに入れて保管してないよ、もううんち捨てましたよ、仕方ないもんだって。でも警察官がいらないって言ったビデオは撮ってあるけど、そんなのいらないって言った、そんなのいらないって言ったビデオは撮ってあるけど、うんちはタッパーに入れては保存してないですね。ほんとね、自分たちが警察官たちが自分たちで証拠をこう隠滅っていうか、隠滅になるよね、どっちかっていうと。証拠いらないって言っといて、それで立件できませんっていうのはちょっと筋が通らないんじゃないかって私は思うのね。じゃあどこまで、どうしたら、どうなったらじゃあ立件されるのって感じなんでね。ほんとちょっと意味が分かんない。ローカルなんだけど、その犯人は他の事件で捕まってはいるんだけど、こっちだ大谷翔平のほらなんだっけ、
付き添いの人で通訳さんが銀行を勝手に出し入れしちゃったでしょ。あれと同じような罪があるんだよね。まあこっちは人のチェックを、例えば深夜さんの銀行のチェックを私の口座に勝手に入れて、それで勝手に書いて泥棒してきたその深夜さんのチェックを私の口座に勝手に入れて、私のカードで引き落としてるのね、それを。そういうことを何箇所もやってるの、2日ぐらいの間にバリバリと。そういうのがバンクレコードでもちろん上がってくるでしょ。その証拠も持ってってるんだけど、なんでそれなんだっけ、その大谷翔平の翻訳者じゃない、トランスレーターの人だってすごい罪で捕まってるわけでしょ。深夜さん、サイパンは村社会だから村八分にされるとこ、もうほんとそれ村八分にされてる状態よ、結局は。だから8年も10年もだからもう全部その13年前からの事件が絡んでるんじゃないかとも考えられるし、13年前の事件だって結局は本当にどうやったら立件してくれるのって、一人は死んでるって調査員の人が言ったのね。一人は死んだって。じゃあもう一人はどうしてんのよって。一人は私のことを暴力殴る蹴るやって、その後、私のことを拳銃で狙って、その後にその1ヶ月2ヶ月後に自殺してるらしいの。彼女を殺して、彼女を拳銃で殺して、で自分も自殺してるのね、その人は。らしいんだけど、もう一人どうなってんのよって。もう一人も私のところに命に狙いに来てたんだから、その人はまだどっかにその辺にいるかもしれないし、警察で働いてるかもしれないし、どうなってんのよって感じなんだけど、本当にね、大丈夫だって大丈夫じゃないよって感じなんだよね。大丈夫だとかって何を根拠に大丈夫だを言ってるのかが、警察が言ってるのかが私には理解できないのね。あんなさ、お店から帰るときに、仕事から帰るときにいきなり車と途中で止められちゃうわけよ。バンって、コーヒーケアっていうところの前の道でいきなりポリスの格好した人が、ポリスなんだけど、バンって止めるわけよ、車を。でいきなり私のことを車から引きずり出して、頭にガンをこう当てられて、ガラガラ言ったら殺すとかベーって言われるわけ。そんな人がさ、まだその辺にいるって思ったら嫌じゃない？深夜さん、サイパンは別名ストーレンアイランド。ストーレンね。盗むね。昔なんだっけ、昔の動画で私それを上げたんだけど、動画載ってるんだけど、昔の作った方の動画に載ってるけど、泥棒アイランドって呼ばれた時期があって、なんて書いてあった、なんかね、泥棒アイランドの呼び方があったんだよね。忘れちゃった。自分で書いたっていうか、調べてっていうか、それを知ってる子がいて、今その子は日本に行っちゃったんだけど、その子に連絡してまで聞いたからね、もう一度。なんて言うんだったっけって、昔その子が話してたのを
思い出してその動画を書いたんだけど、動画を作ったんだけど、なんか呼び方があるんだよね。この島の昔ストーレンアイランド、意味はそうなんだけど、なんか違う言い方してたんだよな。昔の動画に上がってるんで見てみてください。まだライブ配信してない頃、なんて題名だったかな、忘れちゃったけど、そう、泥棒アイランドってね呼ばれてた時期があって、泥棒の島って言われてたんだよね。その名前を忘れてしまいましたまた動画を見直さないと全然思い出せないちょっとごめんなさい、お待ちください。すいません。そういう時代がありましたよね。なんかね、ここで生まれた子ではないんだけど、ここで生まれたんだっけな、あの人、彼はここで生まれたのかな、ここで生まれたかもしれない子がその話を知ってて教えてもらって、昔ね飲んでるさなかに教えてもらって、で書いたんだよね。なんだっけな、名前忘れちゃったな。今日は何食べました。またそうやって認知症の訓練してくれてんだよね。今日は豚キムチを作りました。豚キムチチャーハン作って食べましたね認知症の確認でしょいやでもね、あれほんと消されてっちゃうんだよね。自分に必要性のないことが、なんかなんだろう、必要性があるなって思ったことはすっごい覚えてんのに、必要性がないなと判断してるわけじゃないんだけど、なんかねすっごい忘れちゃうようなことがいっぱい。今日もだからその豚キムチチャーハンを作りました。作ったらめちゃくちゃ汗で、暑すぎてね、もうね食べてらんないなと思ったんで、一回それをちょっと階段のところの手すりのところにチャーハンを置いたまま、ちょっと水のシャワーを浴びに行ったんですよ。で水のシャワー浴びて、気持ちいいとか思ってお部屋に帰ってきて、何してたんだっけなと思って、チャーハン作ったんだと思って、それをどこに置いたのか分かんなくなっちゃって、でその手すりのとこに、階段のとこに、階段のこういうなんつうの、こう出窓っていうのがいいの、なんていうんだろう、出窓みたいなとこに置いたのをすっかり忘れちゃって、なんかねそういうことやってます、何回も。ちょっと認知症入ってんのかなとね。とにかく一番自分でね、やばいなって思うのは体力が本当にこの13年の間でもう8年間ぐらい、コロナ前からだから、7、8年もう本当にね動いてなかったんですよ。動いてないし喋ってないし、だからね体力がめちゃくちゃなくなっちゃってて、
でかといってなんかこうスポーツジムとか行くのはちょっと違うんで、かといってなんかトレーニングするっていうのもちょっと違うから、やっぱ掃除とかそういうのをしたいなとは思ってるんですけど、掃除片付けをほんとしたいなと思ってるんですけど、30センちょっとごめんなさい、30インチって何センチ？90センチ30インチこの人からかってんのかな。Google に聞いてみよう。 OK Google、 30インチは何センチ？76.2センチメートル。76.2センチメートルのネックレスなんてそんなの売ってる？売ってないよね。戦われてんな多分。ちょっとごめんなさい、テキストをしちゃう。 Sorry, we don't have。すいません、お待たせしました。からかわれてますねこれね。78センチとかのネックレスチェーンとシルバーチェーンとかほぼ聞かないんですけど、私30年以上シルバー屋さんやってるんですけど、そんなん聞いたこともないし問い合わせもらったこともないんだけど、おちょくりで誰かがメールしてきましたね、きっとね。首からへそピにつなげたいんだな。そうへそピアス。お姉さんよく知ってるね、そういうこと。そんなのあんの？もうちょっと私の中ではまた来た。ちょっとごめんなさい。こんな長すぎる、ね、5センチぐらいならアジャストできるんですけどね、騎兵だったらそのぼったくれちょっと待ってください。今コネクトできるって言ったじゃないかっていうから、コネクトにもね大概なサイズがあって5センチぐらいなの長くできたりするんですけど、アジャストをつけることができるんですけど、そんな16インチのチェーンを買って76センチにしようってどんな意見のどんな問い合わせだよって感じですよね。16インチのチェーン、なんかニャンニャンが激しくニャンニャン言ってるけど、16インチのチェーンに問い合わせが来て、それで76センチ30インチにしてくれって意味がわかんない。お姉さんぼったくれだよそれ本当にね。深夜さん、そんなの騎兵だったら何百万さ、本当ですよね。
あ、騎兵なら76センチあるかな。76センチ、76はないな。70センチぐらいならある。猫もぼったくれって言ってる姉さん、そうですよね。ほんと騎兵だったらその何百万もするし、猫もぼったくれって言ってるんだ。そうか、それでニャーニャー泣いてるのか。ありえなくないですか。16センチ16インチのネックレスに対してちょっと伸ばしてほしいんだけどっていう質問が来て、それに対してちょっと伸ばすぐらいならできますよっていうことを言ったら、30インチにしてもらいたいって、倍以上ってもうありえないちょっとこれからかわれましたね、きっとね。ほんとからかいのメールでしたね。まともに答えてるなるさん、なめてますよね、本当にね。なめられてますね、完璧に。そんなありえない。だって16インチのハイビスカスのね、ハワイアンデザインのネックレスに76センチにしてくれ。ちょっともうこれはからかわれてるとしか思えないので、できませんって、そんなに長いのはって送りましたね。ぼったくれとかいうのどう超えてる。もうで本当にできないラッパーかもしれないよ、深夜さん。ラッパーでもそんな対応できないよ。そんな16インチの40センチのネックレスを買って倍にしろっていうことだよ。無理。そんなん無理。できません。もうびっくりしちゃうよね。なんかまともにこう返事してた自分がちょっとバカみたいバカじゃないのって感じね、本当に。こういうことを忘れたいよね、すぐね。忘れたっていう感じにしたい。こういう人はでもちゃんとこう写真にして撮っとかないと、また来るとめんどくさいから。最近メール、テキストショートメールっていうの、テキストでの、私は詐欺って登録してるんだけど、変なやつから同じ番号なのに、その人からボスなんとかでマニャガハ島に行く桟橋に来てくださいとか、なんかね、変なメールがいっぱい来るんですよ。でさ、お風呂の線つけたら本当だよね。お風呂の線のチェーンとかつけてあげたいよね、本当にね。こういうのね、まともに取り合ってる私が本当にバカみたいだよね。本当ね、ちょっとね、変なメールとか多いから気をつけないとなと思って。I can do it, I cannot do it でしょ。I can't できません。We sorry って送っちゃいました。もうごめんなさいって、うちではできませんって送りましたね。5センチぐらいとか、その10センチぐらいか、10センチぐらいの延長シルバーのっていうのは用意してるんです、ずっと。だからそれでコネクトして伸ばせるよとかっていうことは言ってるんですけどそんな倍にしろなんて無理よ、どう考えても。あれ、ここ今映像で見たら ABC の隣になんか
マーケットが入ってたんだけど、今日の映像でない。看板も取れてる。黄色い看板がついてたんだけどな、見に行く前になくなってる。今パッと映ってなくなってる。サイパンも変わってるな。日々変わってますね。なんかね、ガラパンあたりとかはもう空きだらけだけど、そのメインの通りは相変わらず高いこと言うんだろうな、多分値段を$300ぐらいでね借りられるんならなんか挑戦してみようかなって人も出てきそうだけど、だって屋台、フレームツリーの屋台だって一番小さいブースで$45って言ってたかな、1日$45って書いてあったかな、確か。もう今の時期ただでもみんな来てよっていう状態じゃないのかなって思ったけどね。今回見て、ただでも来てよって言わなきゃダメだよって思ったけどね。じゃなきゃもっと安くしますよとか言わないと、ただでもいいからちょっと挑戦してみないぐらいのこと言えば、なんかいろんなショップが、例えばネイルサロンとかいっぱいあるし、そういうとこも挑戦してみようかなみたいな。手のネイルとかね、ちょっとやりたいっていう人もいるかもしれないし、嫌か、暑い中で。そんな嫌だね、暑い中嫌だよね。だけど挑戦しようかなっていう人もいっぱい出てくると思って、もっとお祭りらしくなると思うんだけど、ちょっとね、なんかね、本当に一番はツーリストが本当に見なかった。この3日間ね、私行ったんですよ、夜ね。3日間は一応ね、顔を全部出し顔じゃないや、一回見に行くっていうことはしたんですよ、全部。一回も観光客らしき人に会ってない。でインタビューした人もみんなローカルで、インタビューした人はローカルで、ローカルはサイパンが今パブリックセーフティーをどう思うかって聞いたら、街の中の安全をどう思いますかって聞くと、ローカルみんなね、全然 OK みたいなことしか返ってこないし、ダメだこりゃと思って、ローカルが安全じゃないよって認めないと、ローカルが認めないと絶対にね、何か進まないんじゃない、政府とかって。もうダメだなって本当に思った。無理だなって。こんな中でローカルの人はみんな安全だと思ってるから、みんなね、こういう状態のところをね認めてないんですよ。新聞とかも深掘りをしないから、結局はこうやって犯罪者が逃げたとか捕まってないとかっていう時は情報をくださいみたいなことを出すけど、その先の深掘りがないから、どうなったとかこうなったっていうのがないから、ちょっとねいまいちなんだよね。だからみんなが認めにくいんだよね。良くないことになってるよっていうことを。良くなくない良くなくないことを認めてないでいいんだよね。難しいなんだかよくわかんなくなっちゃった。深夜さん、日本は3ヶ月で来訪者何1000万人
1000万人超え。何それ。そうなの。マジでサイパン多分数えられちゃうよね。こう123とかで多分1000万人超えてんの日本。いやすごいね。日本はもうやっぱりね、この円安も相まってなんだと思うけど、まあちょっとね今円高になってるけど、今どうなってんだろう。今143円ぐらいだったよね。143円のあたりでレンジしてたから、ゴールデンウィークのトランプ相場がどう動くかは分かんないですけど、それにしても1000万人超えってすごいよね。かなりみんなお土産屋さんとかは潤ってるよね。お土産屋さん、ホテルホテルが高いもんね日本。めちゃくちゃ都内なんか。昔アパホテルとかなんか、私が日本によく帰ってった時に泉岳寺とかのアパホテルとかよく泊まったりしてたんですよ。病院から近いから。で泉岳寺のアパホテル確かね6000円ぐらいだったのね。それが最後に行ったのがいつぐらいだっけな。コロナ前だよな。コロナ前に行った時には1万2500円とか1万5000円とかになってたもんね、一部屋。同じ部屋なのに。アパホテルってなんかちょうどいい空間なんだよね、部屋が。ちょうどいいってなんか何でも手が届く。消えちゃった。ちょっと待ってね。なんでこれリピートになってなかったの。いつもリピートにしてあるのに。アパホテルって何でもこうベッドから何でも手が届くのね。めちゃくちゃ近い範囲で全てがことが済ませられるの。パソコンを置いててもベッドからできる状態だし、であとバスルームがあるだけぐらいで、めちゃくちゃちょうどいい、なんか心地よい空間。家だとそうはいかないけど、荷物とかあったりするから、ああいう感じがなんか超便利って思ってたんだよね。すごい高くなってて、もう倍近くになってて、ちょっとね、これだったらなんだっけな、都ホテルだったかな。本当に病院から近いのは都ホテルだったんだよな、確か。都だったかな、忘れちゃった。ちょっと高いホテルだったんだけど2万5000円ぐらいだったの。でも超高級ホテル、白金台にあるホテルなんだけど、そこに泊まった方がいいんじゃないのって感じだったんだけど、そこの値段を見たらまたびっくりだよね。もうすごい値段になってて、高すぎになってて、もう全てのホテルが都内で倍以上になってる感じだったから、サイパンなんかめちゃくちゃ安いと思うよね、そう考えると。どこだっけ、この間ケンジントンが1万2500円とかで出てたし、あとどこだっけ、高級ホテルなのにって思ったのどこだろう。PIC も1万いくらで出てたし、でちょっとした小さいホテルなのに、小さいホテルでも9000円とか結構してるのに、ああいう高級ホテルが1万2500円ぐらいで出てたりするのが
超お得感があって、サイパンはやっぱ安いよなって、そう考えると円建てのやつ、鳥バゴかなんかかな、鳥バゴっていうサイトだったかな、確かそんなんで、高級ホテル、ケンジントンなんか高級ホテルなのにこんな値段で出てたりしたからね。日本のホテルはまず高すぎる。日本でだから国内旅行行く方が結構高くつくんじゃないの？沖縄とか、特に沖縄とかね。どうなんだろう。ホテル代がめちゃくちゃ高く感じるんだけど、ホテル代だけでだって食事代とか出ちゃうんじゃないの？ちょっとだよね。でもそれでいても海外旅行にはまだ104でも143円ぐらいってあったよね。145円ぐらいが違ったっけ？ 145 円ぐらいの時がずっと続いてた時ってあったよね。なかったっけ？そういう時期昔あった気がするんだけど、気のせいかな。25円だったかな。どっちだろう。なんか結構日本人の人がバシバシ来てた頃に140円ぐらいだった気がするのは気のせいかな。気のせいかもしれない。125円ぐらいかもしれない、もしかしたら。ねえ、でもどうなのかな。サイパンのこの間ね、人に聞いたらサイパンの何が嫌だって聞いたんだけど、お化けだ。お化けのイメージが強いって言われたんだ。お化けのイメージ強いですかね。お化けのイメージがあるって言われたんだけど、お化けのイメージあります？お化け見たことないけど、感じることはあっても見たことはない。サイパンにね、サイパンも、とにかく治安が良くなって、深夜さん、1万円が70ドルが限界。1万円が70ドル、130円ぐらい。1万円、1万円が70ドルって結構だよね。1万円70ドル結構だよね。ちょっとね。1万円が1万円ぐらい、1万円が100ドルぐらいがみんな安いって思っていくのかもしれないけど、それだと貿易がどうにもなんないから120円ぐらいが一番いいんじゃないかなって思うけどね。120円、もう一回どっかでね、これゴールデンウィーク夏過ぎたぐらいに60円ぐらいもう一回行きそうな気はするけど、今どうなってんのよ一体。今日はレンジなのかなって。今下がってきたんだ。142円。上行かないで下がってきちゃったから、どっかで上がるね。あらら、142円に落ちてきたんだ。こんな形。
ぱり落ちてきたのね。142円50銭ぐらいでもう一回上がるのか、それともまた130、下行っても137円ぐらい、1回行っても。これ株は崩れてないの？株やってる NISA とかやってる人が一番ダメージ食うよね。株も下がってんじゃないのこれ。あ、そんなでもないんだ。そんなでもないんですね。そんな株は下がってないで、ドル円だけ下がってるって感じなんだね。いやー、どうなっちゃうのかな。どうなっちゃうんでしょう。でもとりあえずは海のビーチを直してもらったり、治安だよね。治安をなんとかしてほしいよね。1万円が170円、今ぐらいじゃん。143円ぐらいでしょ。あ、142円くらいか。140円ぐらい、今ぐらいが限界って感じかな。そうだね。1万円崩して両替して70ドルぐらい来ないと寂しいよね。80ドル来ないとちょっと高いなって、物を買う時に高いなっていう感覚になっちゃうよね。そうだよね。関税はね、とりあえずなんか90日間猶予なんていうの、あれが出て止まってるけど、この先は分かんないけどね。今はちょっと注目なの移民問題だよね。移民法、今日の朝なんてトランプさんがサインするのか、大統領令サインするのかがちょっと注目だけどね。サイパンで変わったことはないし、とにかくフレームツリーにあんだけ観光客がいない、ああいうお祭りに観光客の姿がちらほらとかっていうのがちらほら いたりするじゃない。それが全くなかったのがちょっと驚きだね。中国人韓国人とかも来ててもいいと思うんだけど、あと出店してる人たちが、出店が日本人はいないでしょ。でほぼローカルと結婚してる中国人の人とか、ローカルと結婚してる韓国の人とか、韓国の人はでも出してなかった気がする。韓国のそのショップがなかった気がする。そういえば今思うとちょっとあれだよね。なかった。中国の人の絵とか描いた絵のブースがいっぱいあって、なんかちょっとこんな感じだったっけっていう、こんな感じだったっけなっていうのがちょっと印象にあったね。あとはフィリピン料理、なんかね、ちょっとやっぱり日本人としては
日本のブースが出てない、日本人のブースが出てないっていうのはちょっとね寂しいなって感じでした。で来週からなんだっけ、テイストオブマリアナか、テイストオブマリアナでしょ。あそこでホテルがどれだけ出てくるか、前はね、昔はほらやっぱりハイアットの食事って結構注目されてたでしょ。ホーリンコって何？飽和港って読むの？なんていうの？深夜さんそれなんて読むの？飽和港、ホーリンコ、踊ってたのはあのなんだっけ、金八さんとかがやってる阿波踊り、阿波踊りとフラダンスみたいのと、なんかよくわかんない、もう子供のダンスがいっぱいだった。子供のダンスがいっぱい出てて見てなかったな、あんまり。もうあんまり見てなかった、チラリチラリしか見なかったんで分かんなかったけど、舞台はねあんまり見てないんだよね、実は。法輪功っていうのなんていうの、法和功っていうのも気になるな。深夜さん教えてください。何と読むの？何と読みますか？ちょっと待ってください。教えてね。何て読むか。ちょっとコーヒー飲みます。なんて読むんだろう。まだ教えてくれない。みやさん教えて。なんて読むの？なんて読むのかわからない。なんでしょう。踊ってたのはだから子供たちの踊りしか見てないっていうか、それしかなかったと思うんだよな。あとは議員さんのお話、そのジャスティスだの、信じてだの、なんかハイパンを信じてとかそういう感じ。黄色い黄色いシャツ着ていつも踊っていましたよ。知らないな、見なかった。黄色いものを着てたのはポリスしか見なかったけど、ポリスぐらい。イケメンのポリスくん、所長さんの秘書みたいな感じで一番近いっていう人だけ今日ちょっと映してみたんだけどダメだったかな。意外とイケメンでしたね。所長さんのアポのウィットネスで撮っただけなんですけどね。当人として撮っただけなんだけど、車盗まれちゃった人見つかったかな。車高いよね、ジープ。結構写真で見ると新しい感じのジープだったし、結構慌ててたな、女性の人。慌てるよね、車盗まれちゃった。
コボコになって帰ってきたら本当に困っちゃうよね。今日私オイル交換行ったんだ。そういえばオイル交換もね5ドル値段が上がってましたね。今日からガソリン代も上がるし、オイル交換も値段上がってたし、何でも値段上がりすぎ、本当にちょっとねびっくりするぐらい。食料品がとにかく値段上がってて、あれ本当レストランだって値段上げなきゃなんないと思うから、どんどんね高くなっちゃうよね。食料品がね本当に値段上がってんのがちょっとびっくりするよ。いやこれだけしか買ってないのにこんな値段いっちゃうんだって、まるでなんか日本のコンビニで買い物をしてる感じ。日本のコンビニでちょっと買い物するとすぐなんか3000円とか超えちゃうじゃない。なんかあれ、日本に帰った時に毎日なんかこうちょっとだけ買っただけなのにプリンアラモードとちょっとお腹空いた時に食べるものを深夜さん、このチャットは制限されているワードありますか？のはないよ。ないよっていうか何にも設定してないですよ。ほらコメント欄の変なやつ、 FNT のなんかちょっと詐欺まがいのコメントが来たので、ログインしてないとなんだっけ、ログインしてないとコメントを書けませんよっていうのだ。違う、登録してないとかコメントを書けませんよみたいのやつはつけたのね。あんなフィッシングメールだったら困っちゃうから、あんなのねバンバン来られたんじゃ困っちゃうからっていうんで、それはつけたけど、チェック入れたけど、あとはやり方も知らないから登録制限されてるワードないよ。ないし何もしてないけど。何かあったかな、深夜さん。何か入れない、入れられなかったっていうのがあった？深夜さん、さっきの答え送信してましたよ。さっきの答え、法輪功、法輪功の答え、法和功、なんかまずい言葉だっていうことなのかな。それ YouTube で制限されてるってことかな。そしたら私何も制限してないから。さっきの答え、その法輪功ってことだよね。法和功だから、それがなんか変な読み方があるのかな。法和功、なんか引っかかりそうなワードのものじゃないよね YouTube で。なんかね、よろしくない言葉だと引っかかりそうだけど、よろしくなくないでしょ。普通じゃないのこれ。多分私的には何もそういう制限は入れてないんで、あとは YouTube 側の問題だと思うけど、なんか入れられなかったら多分コメントでああいうなんかフィッシングメールみたいな、フィッシングワードみたいなものがちょっと来るのが嫌だなって、ね、詐欺に引っかかっちゃったりしたら困っちゃうからさって思っただけなんだけどああいう類はまだ詐欺に合わないのよね。私も大丈夫。ああいう類は理解できちゃうからまだあれなんだけど、
こうさっきの問い合わせとかだと真面目に答えちゃうから、どこまでからかわれてんだか分かんないから、ああいうのは本当に困ると思ってる感じですね。こんな感じです。今日もね、病み上がり第一弾。今日で多分30何回目だったな、数えたんだよなこの間。37回目ぐらいのライブだったんですよ。今日か、あれ今日この間が37回かな、36回目かな、ライブ配信して始めてからね。早いとこ100回記念とかやりたいんだけど、まだまだ先だな。フレームツリーをこう携帯ライブ配信やりたかったんだけど、やっぱりあれ難しいですよね。人映っていいのかなと、一人一人確認できないじゃないですか。ライブストリームやってますよとかって言っていいですか。でも撮ってる人もいっぱいいたのね。あれローカルの人もかなり撮ってたけど、聞かれてないし、全然撮っていいですかとか、そういう問題ってどうなのかね、ちょっと分かんないんだけど、ああいうお祭りでみんなローカルの人とかもこう、携帯でこう撮ってるから、ビデオ撮ってるけど撮っていいですかっていちいち一人一人聞きに行かないじゃない。それででも撮ってるってことはなんかにTikTok とかに流したり YouTube に流したりするから撮ってるんでしょ、きっと。ああいうのはありなのかなしなのかがよくわからない。だからなんか特定するものを YouTube の規約みたいので、ああいうので侵害になるのは、特定するものをこう追いかけて人を追いかけて撮ってるのか、場所をこうバーッと撮ってるのかっていうので全然違うって書いてあったから、場所を撮ってる感じで、人を追いかけてる感じじゃないところを、もう人を追いかけてるようなところが出たらもう全部削除してるんだけど、カットっていう風にしてるけど、ああいうとこ撮るのも今のあれだと難しいよね。今のイメージをこう伝えるの、なるべく遠くから小さくなるように映すとか、なんかね、その時のイメージがこう伝わらないっていうのかな。舞台の上にいる人は全然問題なし、ああいうお祭りの時に舞台の上にいる人は撮っていいって書いてあったけど、法律的に OK っていうのが書いてあるのを読んだんだけど、ね、どうなんだろう。お祭りに来てる人一人一人に聞けないでしょ、みんな。日本でだって気使いすぎなのか、どうしていいのかちょっとわからないですね。ああいうところでどうやって撮っていいのかがわからないからライブ配信しなかったんだけど、本当はしたかったけどね。縦型のところもあるんだよね。ライブにしちゃおうかなって思ったんだけど、ちょっといまいちやめときました。ね、サイパン狭いけどいろんなとこ撮るとこいっぱいあるんだけど、とにかくガソリン代が高くなってきたから、ちょっと自重もしなきゃいけないなって思い始めた今日この頃。どっかに行くときはこう
ぱい撮ろうと思ってるんだけど、最近はちょっと動画がいっぱい溜まりすぎてるから、それボンボン最近のは全部ね、今編集して、今日は今日のをちょっと出したけど、ほんと人がいないでしょ、ほんとにこれ。どうしちゃったって感じだよね。豆粒でもいいからこう人がいっぱい写ってるのが欲しい絵柄だけど、本当にいないのよ。聞いたらちょっと聞いたらみんなローカルだし、ちょっとツーリストに見えるなと思うと、学生の子、若い学生の子なんだよね、サイパンの。3世代目ぐらいの人たちが今ね、17歳とかティーンエイジャーっていう年齢になってて、みんなその辺の人たちがなんかちょっとツーリストに見えるっていう感じがあるんだけど、あとはね、ほぼローカルです。まあ明日もだからフレームツリーのお店の様子とかそういうのをちょっとどんどん出していきたいなって思ってるんで、明日はフレームツリーのお祭りの様子とか、あとね、まあちょっと撮ったところがあるんで、それも出していきたいなって思ってるんで、まあ、今日はこんな感じで病み上がり1日目フレームツリーの、開会式の様子でしたね、今日は。こんな感じで、またなんだっけ、よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また明日も、9時半ぐらい、9時45分、9時半ぐらいから配信する予定なので、また来てください。よろしくお願いします。ダンスショー見たい？子供のお子ちゃまのだよ。お子ちゃまたちだよ。みんなダンスショーじゃなきゃ、来週のこうなんだっけいきなりおやすみなさいって言った。来週のなんだっけ、フレームツリーじゃない、今度は来週はなんだっけ、テイストオブマリアナでまたフラダンスとか、お子ちゃまのなのかな、またお子ちゃまのやつ、大人のやつかな、わかんないけど、それが撮れれば撮ってみたいと思いますけど、その辺をやってみたいと思います。あとはなんかね、自然を撮りたいんだけど、自然を撮りに行こうとね、この間もやってみたけど、たどり着けないんですよ、私。Google マップで本当に情けないことに全くたどり着けないから、森の中だけしか映せない状態になっちゃうんですけど、またそのうちやってみたいと思います。海にたどり着けみたいな状態で、本当にたどり着けない向こうか、もっと簡単なとこ行こうかな。ラダービーチとかあっちの方なら簡単だもんね、まだね。でもそんな感じです。今日もありがとうございました。じやさん、うねさん、なるさん、
野原さん、あとは皆さんありがとうございます。もしよかったらね、チャンネル登録してください。また明日動画配信します。よろしくお願いします。ライブだ。ごめんなさい。ライブ配信します。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。なるさんもおやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。